湯気オフィスジャパンビザ TV です。今回は湯気先生にステータスが変わったり離婚を伴う場合の質問に答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速1問目から、はい、家族の状況が変わる場合、ビザ保持者がすべき具体的な行動についてのアドバイスをいただけますでしょうか。はい、これも2つの、観点から説明させていただきます。まず、お子様が生まれた場合ですね、はい、日本で、出産して生まれた場合は、手続きを踏んで、ビザを取得して日本に入ってくるというわけではなくて、もう生まれた瞬間に日本に生活している状態ですので、これは在留資格の取得申請というものをします。でこれを入管に対してすることによって、引き続き在留できるように在留資格が、付与されることになります。で、親がですね永住者の場合は、永住許可の取得申請というものもございますので、生まれてすぐに永住者の在留資格がもらえる、こともございます。で一方、家族、つまり、配偶者と離婚をしたりですねして状況が変わった場合、この場合は、配偶者に関わる届け出を入管に対して行います。書面での届け出もできますし、オンラインでもできます。でこれをした状態で、身分系の配偶者ビザだったり定住者ビザの場合は、その身分に変更があってから、6ヶ月以内に、次どういうふうにするかという猶予が与えられてますので、その間だと適法に日本に滞在できます。でその間に再婚するのか、また別の在留資格を取得するのかを判断いただき、次のアクションをしていくということになります。ありがとうございます。はい、2問目、離婚または別居がビザ保持者の法的ステータスに与える影響について説明していただけますでしょうか。はい、まず配偶者ビザだったり定住者ビザで、結婚をしているから、与えられているビザの場合、離婚をすると、その基準を満たさなくなりますので、先ほど申し上げた、6ヶ月間は大丈夫ですけども、6ヶ月まだその在留期間、までに、どうするか判断していただくことになります。で、まずその別居をしているだけの場合ですね、仕事が理由で別居しているとか、そういった場合、正当な理由がありますので、次の更新に対して、特にその大きなマイナスポイントとはならないです。ただし在留期間が短く設定される可能性はあります。それは入管が、1年に1回ちょっと様子を見るとか判断した場合は、短くなります。で、法的離婚はしていないけど別居している状態、つまりまだ籍が入っている結婚状態で別居している、こういった場合は1年よりさらに短い6ヶ月のビザが与えられることがあります。以上です。はい、ありがとうございます。続きましての質問、日本の配偶者ビザを持っていましたが、今年離婚しました、それでも日本に滞在したいです、お手伝いいただけますでしょうか、という質問です。はい、これはですね、結婚の期間、婚姻期間によります。婚姻期間が3年以上ある方の場合は、定住者ビザが認められる場合がございますので、その時はサポートができます。でただしその3年未満で離婚をしちゃう方の場合はちょっと厳しいことにはなります。ただしその日本人の子供がいて、その日本人の子供を育てるということであれば、3年未満でも定住者のビザが認められることはあります。ありがとうございます。以前に日本人と結婚し離婚した経験があります。今度は再び日本人と結婚して日本で再婚したいです。そのための必要な手続きや考慮すべきことは何でしょうか、という質問です。はい、この方の場合日本人の配偶者というビザだと思います。で、離婚をして
さらに日本人と再婚する場合は、ビザの変更ではなくて更新の許可申請をしていくことで、認められれば更新が許可されるという形になります。でこの際考慮すべきことといいますのはやはりその自国の法律ですよね。それで再婚ができる、できないそのポイント障害となるものはないか、例えば日本の場合は、女性の場合再婚禁止期間がございます。それが100日間ですね。で、前の夫と離婚をしてから、その妊娠も何もしてない状態であると、100日経たないと再婚ができませんので、そこは注意してください。以上ですね。男性の場合は大丈夫でしょうか？男性の場合は再婚禁止期間がございませんので、女性だけ。そうですね。なので、女性側に、特にその障害がない場合で男性側が、離婚してまた再婚する、こういった場合には特にその再婚禁止期間はございませんので、そこは大丈夫です。ありがとうございます。私と夫はうまくいっていません。すでに別居しており、結婚してから約2年半が経過しています。夫は今年私の滞在延長に署名することを望んでいません。この状況で可能なオプションや解決策は何かありますでしょうか？はい、この質問者の状態だと、法的な離婚はしていないということですよね。そうですね。で、そこで別居をしていると。で、今年自分の在留期間更新ができるかどうか、夫は協力してくれないという状況ですね。この場合もその法的離婚をしていない方に該当しますので、在留期間は更新できます。でこの場合に身元保証人をどなたにするか、その夫じゃなくても大丈夫です。協力してくださる日本人だったり、在留資格が、ちゃんとある方、できればその3年以上のビザ持っている方で、収入もあるような方が身元保証人になってもらえると、それは入管も見てくれます。ただその在留期間が1年だったり6ヶ月だったりちょっと短い期間になる可能性はあると思います。わかりました。ありがとうございます。続きましての質問です。以前に日本でブラジル国籍者と結婚し離婚しました。今度はフィリピン国籍者と結婚したいです。結婚前にフィリピン人のパートナーが観光ビザを申請できますか？私は3世代の日系人で永住権を持っています。という質問です。わかりました。なんか質問の内容はちょっとごちゃごちゃとしてて、ややこしいんですけども、まずブラジル国籍者と結婚して離婚したということがありますね。でその後フィリピン人と再婚をしたいところを聞いてるんじゃなくて、そのパートナーが観光ビザを申請できますか、ということですよね。この時に日系人であるということはあまり関係ないんですけども、永住者なので、永住者の配偶者というビザを申請する前提で、パートナーを結婚していない状態でまず呼びたいということですね。それは可能です。短期滞在というビザを、そのフィリピンの外務省、フィリピンの日本国大使館で申請してください。でこの際にこのブラジル人の、パートナーの方がですね、招聘理由書というのを作成します。で、このフィリピン人の方をインバイトするっていう内容の書類になります。でこのブラジル人の、日本にいらっしゃる方が、在職証明書だったり収入を示す書類を、このパートナーのフィリピン人に送ってですね、でそれを向こうの外務省で、提出してください。そうすると短期滞在のビザ、長ければ最大90日のビザがもらえますので、その間に、日本で、結婚の手続きを済ませてビザの申請をするということも可能です。わかりました。ありがとうございます。最後の質問です。私は日本人の子供がいるため、長期滞在ビザを持っています。再婚に障害がない場合、フィリピンでの結婚を希望する場合、日本で再婚する際にどのような手順を踏むべきでしょうか？フィ
ィリピンの記録には前の結婚が残っています、ということです。これもよくあるパターンで、質問がとても複雑なんですけれども、まず日本人の子供がいるから長期滞在ビザというのは、定住者ビザを持っているということだと思います。で、再婚に障害がないという場合は、いう意味だと、この人はもうアナルメントが済んでいて、すでに住んでいるのかな、いや違うな、フィリピンの記録が残っている、前の結婚が残っているということで、再婚に障害がある人ですね。で、フィリピンでの結婚を希望する場合、日本で再婚する場合どうですか。まずフィリピンで結婚の記録が残っている場合ですね、残ってます。はフィリピンでは結婚ができません。アナルメントという裁判をして、裁判で結婚を無効化してからですね、自分のシングルサーティフィケートが取れるような状態にならないとフィリピンでの再婚はできません。で、日本で再婚する手続きはできます。日本人の子供がいるということですから、前の、配偶者は日本人だったのかなと思います。で、日本で適用に離婚してたら、このフィリピン人の方も再婚する資格を取得しますので、一緒に書類を持って日本で結婚の手続きをする。この場合は結婚ができます。ただフィリピンで記録が残っている状態でフィリピンで結婚はできません。フィリピンで、結婚を希望して日本で再婚する場合に、どのような手順を踏むべきかということですけども、フィリピン側で、PSA というところからですね、バースサーティフィケートともう一つセノマールというのをもらいます。で、セノマールというのはサーティフィケートオブノーマリッジです。で、ここに、前婚の記録が残っている場合はアドバーサリーオブマリッジという、ナンバー5という証明書が出てきます。で、この、アドバーサリーオブマリッジですね、そのナンバー5を持ってきて、でその証明書に、アポスティーユという外務省の認証をつけてもらってくださいという市役所が多いですので、アポスティーユもつけてください。このバースサーティフィケートとセノマール、アポスティーユをつける。で、これを日本語の訳文を、つけてですね、で、私たちは前婚の記録があるけど再婚できる、状態ですと、何も障害ありませんという内容の真実書を同時につけてですね、それを日本の市役所区役所で提出すると婚姻届はできます。わかりました。ありがとうございます。これで全ての質問が終わりました。フィリピンの方からの質問が多いですね。ステータス結婚を伴う場合、どうでしょうか。何かご感想ありますか。そうですね。フィリピンの方は、日本人と結婚したりとか、もともと日本にいるフィリピン人と、フィリピンにいらっしゃるフィリピン人の方が、最近ですと SNS だったり出会いアプリとかを通じて出会う、結婚をするというパターンが多いです。で、その、配偶者ビザだったり定住者ビザで、もしくは永住者ビザで、日本で、工場で働くという、とても、必要な人材として頑張っていただいているのかなと思います。で、そこから離婚があったり再婚があったりで子供が生まれたり、永住を申請したりとかいうご相談はたくさんお受けしています。わかりました。ありがとうございます。引き続き UK オフィスジャパンビザ TV ではオフィスに届くさまざまな質問を井出先生に答えていただきたいと思いますので、何か質問がありましたら、UK オフィスまでしてください。よろしくお願いします。バイバイ、See you again.